なんとも。壁の外は正真正銘、地獄でございますな。秋の収穫期だったのに。この凄惨な光景が諸国に伝われば、侵攻を考える敵対勢力は二の足を踏むでしょう。ですが、この国は国際社会で完全に孤立することになりますよ。政治にお詳しいのですか、ベレリン様。外交官が本業でございますから、政治など日常の空気を吸うようなものですよ。私はこの国をいずれ引き継ぎ立て直さなければならない立場です。経緯は承知しております。なんと過酷で困難な道のりでしょう。旧体制を維持するのはもはや不可能だと思っています。どうやって解体し、どう再構築すべきか、そればかりを考えています。旧体制の排除は賢明な判断です。しかし、問題はその後の枠組みですが、今のこの国の問題点は、権威と権力が特定の血統に集中している点にあります。ほう。トロス王は巫女に権威を、王に権力を配分することで均衡を保とうとしたのでしょう。ですが、継承条件がどちらも同じ血筋を求めたことで、結局は形骸化した。権力は血統から切り離すべきだと考えています。あなたは実に頭がいい。ただし、枠組みを変えるためには、まず変える権限が必要です。権限のないものの改革論はただの理想論に過ぎません。権限、確かにそうですね。いかがです？私から本物の政治を学んでみては。教えていただけるのですか？もちろんですとも。わからないことは何でもお聞きくださいと申し上げましたでしょ。あなたのためなら、手取り足取り、世を徹してでもお教えしますよ。では、昼にお願いします。個人的には、より密度の高い、夜の方が適していると思うのですが。昼でお願いします。承知しました。メカノイドの進行こそ落ち着きを見せているものの、いわゆる存在、チャンブラーやフレッシュビーストの被害報告が急増しております。小規模な集落に至っては、防衛線が崩壊し、全滅する例が後を絶ちません。我々は現在、王都の防衛を最優先に兵を割いている状況です。地方の村々は、まともな装備もない守備隊と民の自衛に頼るしかなく、もはや限界を超えています。この混乱の元凶が、巫女兄様にあるのはもはや疑いようがない。彼女が禁忌の儀式を行うたび、世界に異形が溢れ出しているのだ。このまま巫女様と運命を共にされる気か、オルド騎士団長。今や諸国だけでなく、我が国の民の怒りも限界だ。我ら騎士団は民衆の側に立ち、大義を果たすべきではないのですか。諸君は忘れたのか。我々騎士団がなぜ、何のために作られた組織なのかを。公国の浮上を削ぎ落とし、巫女様の行く道を血で清める。王と共に、命に変えても、巫女様をお守りする。我らの存在意義は、それ以上でも、それ以下でもない。しかし、世には正義というものがある。民を見捨てるのがあなたの言う騎士の道か。正義とは、所詮、個人の主観に過ぎん。貴公の信じる正義が巫女様ではなく、民衆にあるというのなら、今すぐこの場から立ち去られよ。引き止めはせん。正気か。そんなことをすれば、
我らはこの国は確実に滅びるぞ。世界が滅びるよりはまだマシだ。我が王イルゴ様はそう仰せになった。ならば我ら騎士団もその滅びの特等席へお供するまでだ。うわぁ。なんだ、何が起きている？気をつけろ。暗闇の中に何かがいるぞ。光そのものを拒絶する空間の歪みじゃな。アイリエン様、町の外縁部に3機の構造体ノクトリスの反応を確認。あれがこの暗闇を維持するエネルギー源です。セアラ様、先日お教えしたあのピンボールをお使いになる時です。まさか、ただ長持ちするだけの光が役に立つというのですか？ええ。超科学の闇を払えるのは同じくシュラウドから引き出したサイキャストの光だけ。超能力理論においても何ら矛盾いたしません。さあ、その可憐な手で皆に道を示して差し上げてください。ふむ、悪くない。エルゼ、帝国兵を連れセアラと共にノクトリスをすべて破壊せよ。セアラ、その光で兵を先導するのじゃ。光が戻ったぞ。見たか、セアラ様が闇を照らしてくださったのを。セアラ様が我々を助けてくれたんだ。ご覧ください。民衆は完全にセアラ様を救世主として支持しておりますね。上出来じゃ。このままあやつを民衆の孤独な英雄に仕立て上げるがよかろう。操り人形の舞台としては上等な幕開けじゃ。そんな小細工などなくとも、セアラ様ならいずれ自力でその地位を成し遂げられたでしょうに。本当に恐ろしいお方だ。ほう、随分とあのクソガキを気に入ったようじゃの、ベレリン。ええ、あんなにも聡明で、底の知れない少年にはめったに出会えません。
外交官としても実に教えがいがございます。加えて、あの息を飲むような美貌。数百年生きるこの私ですら、これほど胸の高まりが抑えられないのはいつ以来でしょうか。アイリエン様、私のこの恋心を哀れとお示したなら、彼を手に入れるお許しを私にいただけませんか。ダメじゃ。おや？あれはわらわのものじゃ。誰にも譲る気はない。失礼いたしました。あなた様のお気に入りでしたか。御意にございます、我が主。兄上。なんだい、イルボ、あまり良い知らせではなさそうだね。国境の警備隊からの報告書だ。また全焼地が一つ、あの異形どもに潰された。そうか、これで今月に入って3つ目だね。それに、秋の収穫期だった作物が大損害を被っている。王都の食料は、本当に大丈夫なのか。備蓄があるから、しばらくは持つよ。ただ、それは、王都の分だけだ。地方の集落を助けるほどの余裕は、我が国にはもう、ない。周辺国との交易で、少しでも融通してもらうわけにはいかないのか。キャラバンを率いるライラからの報告ではね、同盟国からですら、今の我が国との取引はリスクが高すぎると、露骨に渋られているそうだよ。そうか。今の状況が続けば、来年は深刻な飢饉になる。それを防ぐには、なるべく早く、あのモノリスを閉じなければならないんだ。兄上、あの忌々しい儀式以外に、モノリスを閉じる方法はないのか。閉じるために必死になればなるほど、外では、呪われた巫女だと、恨みを買っているんだぞ。他に手段があれば、とっくにやっているさ。イルボ、すまないね。何がだ。お前を巻き込んでしまって。あの時、お前はサロと二人で、この国を出るべきだったね。バカを言うな。俺だって、不本意ながら王家の端くれだ。国と運命を共にする覚悟くらい、とうにできているさ。そうかい、ありがとう。頼りにしてるよ。兄上も、無理してないか。大丈夫。ただ、最近、少し、疲れているのかもしれない。なんだこれ。ああ、それかい。遠東王国から送られてきたんだ。ただの、贈り物だよ。やけに悪趣味なインテリアだな。いや、そんなことはないさ。これを見ているとね、なんだか、不思議と心が落ち着くんだ。だから、いつもこうして、一番見える場所に飾っているのさ。そうなのか。俺には、その良さがよくわからないな。